皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。週末の寒波が去りましたが、皆さんの多肉ちゃんは大丈夫でしたか？我が家のベランダでは強風で突っ張り棒が外れてしまっていました。それと多肉にかけていた不織布が半分めくれ上がっていました。まだ風も強いんですが、今それを直したところです。今回の寒波ではベランダの多肉の被害はありませんでした。そして庭多肉もビニールが飛んでいたんですが、途中で不織布のポットでビニールが飛ばないように抑え込んでいました。この日は最高気温も6度と低いので、このままビニールをかけたまま1日過ごす予定です。気になるハウスの中を覗いていきます。外よりは少し暖かいハウス内ですが、気温は5度、少し低めです。というのも、さっきまで少し雪が舞っていたんです。このハウス内には寒さに弱い多肉もたくさんあるので、少し心配していましたが、今回の寒波では多肉に被害を出すことなく、無事に寒波を乗り切りました。皆さんのお家の多肉は大丈夫でしたか？ちょっと心配です。そして翌日、この日の朝は前日の朝よりもだいぶ気温が上がり、朝のハウス内は10度ありました。と言っても、もう9時を回っているんですけどね。今日はこのカンテを前回購入した鉢に植え替えていきます。鉢が大きいとカンテも大きく育つんですよね。このスクエア鉢に植えているカンテもだいぶ大きく育ちました。葉も大きいので1枚葉を取って葉差ししてみようかな。カンテの葉差しはちょっと勇気がいるんですけどね。はい、今回植え替えしていく鉢はこの2つ。クレストラウンドポットとコバルトラウンドポット。これ両方とも S サイズなんですが、今のビニールポットと比べるとだいぶ大きいので十分だと思います。そして今回植え替えるのはこのカンテ。実はこのカンテ、少し下葉が枯れすぎて茎立ちしてしまっているので、株の根元までしっかり土に埋めてあげたいので、今回はこの2つを植え替えしていきます。こうして比べてみるととてもよくわかるんですが、茎立ちしていないカンテは葉のつき方も全然違います。やっぱり葉が肉厚になっていますよね。外葉の枯れ葉も少ないように思います。カンテを植え替えていくんですが、その前にカンテは肥料とお水が好きなので、株元には置き肥を置いています。そして使う土は水持ちのいい土です。今回は特に植え替えするのが冬なので、花と野菜の土をそのまま使用します。根も崩さずにそのままこの鉢に植えようと思っていたんですが、鉢が思った以上に低かったので、根の底の土を少し株をゆすって崩すことにしました。カンテを植え替えするときに葉を触ってしまうと、せっかくついている粉が取れてしまうので、なるべくカンテの葉には触らないように植え替えしていきます。そしてついている枯れ葉はそのままにして植え替えるのがポイント。もし枯れ葉を取りたいなら植え替えした後に取ってくださいね。というのも、葉の粉が取れないように枯れた葉を触って植え替えした方が植え替えしやすいからです。この土は少しふかふかしているため、指でしっかり押し込んで固定させます。そしてカンテのロゼットが鉢の中心に来るように植え付けていきます。こうすると見た目もとっても綺麗です。
最後に防虫剤のスターガードを振り、軽く土をかけて、鉢の表面の土を軽く押さえて、これで一つ目のカンテの植え替えは完了です。そうそう、カンテの枯れ葉ですが、植え替えした後にこのタイミングで取るんですが、枯れ葉は根元から完全に枯れているものだけを取るようにしてください。もちろん枯れ葉をつけたままでも大丈夫です。はい、そして次2つ目のカンテを植え替える鉢はこのコバルトラウンドポットです。こちらの鉢の方が鉢の深さもあるので、カンテがより大きく育ってくれそうな気がします。このカンテもしっかり根を張っているので、軽くポットを揉んであげると簡単にポットから苗を抜くことができます。鉢の高さもぴったりでしたね。あとは先ほどのカンテと同じように土を入れて植えていきます。ここで年末年始のお知らせをちょっとしておこうかな。年末年始はちょっと忙しいので動画はお休みさせてください。いつもの動画はお休みなんですが、もしかしたら時間が空いた時にショート動画をアップするかもしれないので、チャンネル登録がまだだよという方は、ぜひこの機会にチャンネル登録と通知設定のベルマークをクリックしておいてくださいね。今年1年もあっという間に過ぎ、気がつけばチャンネル登録者は23,000人を超えていました。これもリスナーの皆さんのおかげです。本当にこの1年もありがとうございました。そして来年またイベントを企画しているので、皆さんも楽しみに待っていてくださいね。はい、2つ目のカンテも植え替えが完了しました。この鉢、やっぱりカンテにぴったりでしたね。はい、2つのカンテの植え替えが完了しました。そしてこのドルフィンネックレスも増やしておこうかなって思って土を出したので、ついでにポットに挿しておきました。そして最後に気になっていたこの小人の祭りを今日は植え替えをして終わりにしようと思います。というのも、これ半分が少し枯れかけているんですよね。本当はもう少し早めに植えたかったんですけど、なかなかね、鉢を買いに行く機会がなくっていうか買いに行くのを忘れていたっていうのが本音なんですけどね。今回はたくさん鉢を購入したので、ちょうどいいね、この機会に植え替えしていこうと思い用意しました。苗を鉢から抜こうと思ったんですが、根がしっかりと張っているせいかなかなか抜けなくて、今細い移植ゴテを使い鉢から苗をね抜いているところです。この小人の祭りは結構年数も経っていて、茎の下の方は木質化しているため、あんまり茎をね揺さぶると折れてしまいそうなので、なるべく根っこからね負担なく抜きたいと思って一生懸命やっているんですけど、これがなかなか抜けないのでちょっと苦戦しています。抜けた苗をね見てみると、しっかり根っこを張っていますね。土もカッチカチで、鉢底石まで根がしっかり伸びています。ここまで根を張って土もカチカチになっているため、水の好きな小人の祭りも水が吸えなくて枯れてしまうのもしょうがないですね。今回は硬くなっている土の部分をほぐして、この小人の祭りも花と野菜の土を入れて植え替えしていこうと思います。
何かポロッと取れたなと思ったら、根からすっかり枯れていました。この小人の祭りも株の上が大きいので、土をしっかりと入れて株を固定させます。最後にスターガードも忘れずに入れておきます。土を軽く入れて手で押さえたら、この小人の祭りも植え替え完了です。このまましばらく様子を見て、枯れかかっている半分をどうするかを決めたいと思います。はい、ということで今年最後の動画は寒波対策していたベランダと庭多肉の様子、そしてこのカンテと小人の祭りを植え替えていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。良いお年を。